どこに敵配置しようかみたいな考えてる時に思ったんだけど、なんかさ、メイナスの技でフィールド限定する技とかあると便利そうだなっていう。戦う時とかにさ、例えばここで戦う時とかに戦闘始まる時に敵のメイナスがなんかこう地面に剣刺して、それこそ領域展開みたいな感じでなんかフィールドを作るんよね。ピーンってこれくらいのフィールドを作って、そっから両者とも出れなくなるみたいな。まあダークソウルでいうとこの霧やね。ボス斬りとかあるやん。ボス戦入る時の霧を敵がフィールドとして作り出してくれたら結構開発者目線としては作りやすいなっていうのも、戦ってる時にさ、どんどん逃げていったりできちゃうから、割とね、ボス部屋的な感じで区切られたそこそこ広めのフィールドでここより外側には行けませんよみたいな限界がある方が割とありがたいけど、それをもうメイナスに技としてやらせようかなっていう。その領域の中に自分も出れなくなる代わりに相手を出れなくするみたいな、この制約と制約っていうかね、自分が出れないっていうルールを自分も飲むことで相手にもそのルールを課すことができるみたいな、あると結構便利だなと思って。そういうね、限界がもしなかったら、自分で、例えばこのエリアで戦わしたいってなったら、戦闘始まった瞬間さ、ここが柵が降りてきて閉まるとかさ、そういうギミックで区切らないといけなくなっちゃうから結構きついよね。ただメイナスがもう技としてそのギミックの代わりの領域展開をしてくれるってなったらすごい楽よ。そうなると自身も使えた方が、そうやね。プレイヤーも領域作ってそこから敵逃さない、その代わり自分も出れなくなるっていうのは面白いと思う。面白いし、あった方が楽。そのレベルデザインするにあたってここを一方通行にしないとなみたいな考えんでよくなるから、中ボス戦は絶対その領域使ってきてみたいなね。地面に剣を突き刺して地罰が円形にバババってなって、そうそんななんかドーム作るみたいなイメージね。なんかその魔法の見た目もちょっと地罰っぽくできたらいいかもね。なんかこういう形の壁柱みたいなんで囲われるとかさ、いろいろ表現方法ありそうよね。地罰、地面に剣を刺して地罰が出たらダメか。地罰というか地罰を模した魔法っていうのはありなんじゃないか。地罰そのものが出るっていうよりは、恐れてるわけやん、メイナスたちは地罰を。だから雷魔法みたいなイメージよね。FF とかでいうところの雷って結構危ないやん。あんまり怖いものやと思うねんけど、だからこそ攻撃魔法になってるみたいなね。恐れてるものを自分も模して使うみたいな。本物の雷を出すわけじゃないけど、雷っぽい何かを出すみたいなさ。そういうイメージで地罰を模した敵中をボーンって出して、それでフィールドを作るみたいなのはありやと思うね。敵と同時に決闘が成立する感じで出しても。だからね、両方ともやったらかっこいいよね。両方ともさ、差しでやろうかみたいな感じで。両方ともそのフィールド魔法を同時に展開してる。どっちか片方でいいねんけどな。どっちか片方でいいけど、かっこいいよね。なんかその、ジェスチャーみたいな、挨拶みたいなさ、感じにもなるから、かっこええなと思って。もうそれ使ってくるやつは中ボス以上みたいなさ、記号としても使えるし。だから、雑魚戦は全然そういうの使ってこなくていいと思うねん。一般兵。この前言ってたやつ。メイを使えない一般雑魚兵は、そういうやつって無視して通り抜けてもらってもいいようなデザインにするつもりやから、そういうやつはスルーしてもらって、スルーしたかったらしてもらって、戦いたかったら戦ってもらって、でこういう要所要所による中ボスとかは初手領域展開してくるっていう感じが面白そうやなと。戦う意思を第一心に伝えるわけだから、消費なし発動で、消費なしの方が良さそうやね。ちょっと毎回ね、中ボスがMP 消費した状態で始まるっていうのはちょっとあれかもしれんから。消費あり、これちょっと別の案やねんけど、MP 消費した時って内部的にはオーバーヒートゲージって呼んでるんやけど、その地罰に打たれる猶予というかね、どんどんバチバチしてきて、プレイヤーの周りがこれ無視して魔法を使ってるとそのうち地罰になるっていう感じやねんけど、このバチバチ感が強い時はなんかバフかかるとかあるかなと思ってて、ちょっと攻撃力上がるとかね、赤類みたいな、赤類とか火事場みたいなイメージやね。モンハンで言ったら火事場やし、ダクソで言ったら赤類みたいなイメージのバフはありかなと思ってて、それありにするんやったらMP 消費ありにしても面白いかもね。初っ端から自分で
MP 消費して、ちょっと攻撃力上げて戦いが始まるみたいな。まあ、基本はでもなしの方がいいかな。うん。フィールド魔法もそうっすね。感じがいいね。この、さっき言ってた領域展開、敵と自分を閉じ込める領域、なんかいい名前あったら提案してほしいな。基本的に命名というかね、名前は全部漢字でいきたいんだよね。メイとメイナスだけ例外みたいな感じ。あとキャラクターの名前も例外かな。キャラクターの名前はカタカナで。メイは何かの略語ですか？そこは言わんとくわ。なんか妄想の余地残しとこう。できれば作中で回収したいね、そこは。魔法ロバ。奇抜を模した魔法なら、それ、なるほどね。奇抜に似せた魔法みたいなね。魔法ロバ。いいね、それ。なんか別の技にしたいな、でも魔法ロバだったら。ちぎり、ちぎりを模した感じ。なんか攻撃魔法にしたいな、魔法ロバだったら。相手の足元からちぎりを出す。なんかストーンエッジみたいなイメージ。ポケモンでいうところの。さっきの領域の話じゃないですけど、風船になったらちょっと逃げられる足止めの魔法とか。それこそさ、相手の足元からさ、こう、奇抜じゃないや。奇抜っぽい何かが生えてきて、相手の足に突き刺さって動けなくするみたいなね。はありよね。あとなんかアリ地獄みたいな。フィールドを変形させるというか、小規模なアリ地獄みたいなの作って、敵兵を捉えるみたいなのはありやね。第一系統って結構いろんな魔法作れるなって思ってて。今魔法何種類ぐらいしかないけど、その辺も拡張性あるよね。シフっていうゲームがあるんやけど、カンフーアクションのシフっていう。あれはね、複数戦めちゃくちゃうまかった。あれは複数戦を見据えて戦闘システムを作ってる気がしたね。だから、すごい良かった。複数戦も。タイマーも面白かったんやけどな、シフ。あれ結構ようできてた。今作ってある AI は最弱設定でも複数入れた。そうやね。そもそもロックオンして攻撃方向とか見据えてガードしたりとかっていうゲーム性やから難しいよね。複数戦きついよな、多分。この強さの敵とやり合おうと思ったら。なんかそれこそもう、ロックオンシステムそのものをちょっとね、なんか革命を起こさないと難しい気がする。今あるゼルダの時のオカリナから始まった Z 注目のシステム。怠慢するにおいてはめちゃくちゃいいシステムだと思うんやけど、ちゃんとしっかりした強さの敵2体以上とやる場合って難しいよね、で、俺のゲームってカメラめちゃくちゃ近いから、俺も拍車かけてるよね、その複数戦の難しさに。シフの戦闘はすごかったね。言われてみればものすごく、あれ、ようできてる。あれもなんかさ、フィールドに落ちてる空き瓶とかをさ、すごい簡単に蹴れるんよね。蹴って、しかも、自分がロックオンしてない敵の方に蹴ったりとかできるから、あれマジ複数戦のこと考えて。やっぱカンフー映画とかってさ、ジャッキー・チェンとかが出てるやつ、複数戦多いやん、結構。狭い店内でさ、なんかテーブルとか椅子とか利用して、複数戦みたいな、ああいうアクションはやりたかったんやろうなっていう。しかも、めっちゃうまいこと落とし込めてるから、あれは良かったね。ゲーム作ろうってストーリーを考えたのか、ストーリーを考えてゲーム作ろうってなったのか。前者ですね。なかなか後者はあんまりおらんのじゃない？話先に思いついて、じゃあゲームにしようっていう。普通は映画とか漫画とかで表現したいって思う人が多いんじゃないかな。話を思いついたんであればね。なかなかゲームってね、この話以外に作らなあかんもんが多すぎてコスパ悪いよね。お話で勝負したい人にとっては。ゲームも好きやからそっちで行きたいっていう人はおるかもしれない。なかなか奇特な人やね、それは。小島監督とかはそっち系かもね、もしかしたら。映画が好きで、自分なりの映画っぽい物語をゲームで表現しましたみたいな。作風やしね。メタルギアとか。じゃあ、お疲れ様でした。バイバーイ。